ってすごい。代々でキルバーンが正体を明かすところ、キロロとキルバーンの声の境目がなくてぬるっと切り替わるのが不気味だった。あの人はガンダムでもシームレスに演技変えるシーンあったし、マジで達者すぎる。茜話の永瀬アンナさん。落語が上手くなりすぎて指南した話家から、教えた人より上手くなるのやめてくださいと言われてた。ブラッドプラスディーバの矢島明子さん。姉様大好きで大嫌いってセリフはゾクゾクした。クレヨンしんちゃんと同じ声とは思えなかったよね。フィッシュアイの石田明は伝説だと思う。ドラえもん映画鉄人兵団の静香ちゃん大号泣。旧作の鉄人兵団の最後の静香ちゃんの演技は本当に泣く。大泣きする。ドラえもんってあまり熱恋を見せられるシーンがなかったから、静香ちゃんの声優さんってこんなに上手いんだと驚いた。声の形の耳が聞こえないヒロイン役の早見沙織さんの演技がすごかった。聴覚障害の人を演じるのはとても難しいと思うのに、心も動かされる演技で忘れられない。たくさん研究されたんだろうなと思った。山ちゃんの増白点は全然気づかなかった。これすごかった。まさか山ちゃんの声がわからないなんて。東京グール1話の金木の嫌だ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 、シンプルにすげえって感動した。花江さんは鬼滅で一気に知名度上がったみたいな不調だけど、金木の演技はもっと評価されてほしい。空もほら来たの塔のシーンよ。砲弾食らって崩れいくロボットを見たシータの絶叫に近い。パズ飛行艇パズーと塔のシータの場面の切り替わりと BGM、 声優さんの演技全てが完璧。ラピュタはほとんどが本職の人たちが声を当ててくれてよかった。私はドーラの最後のチャンスだすり抜けながらカッサラへのところずっと耳に残ってる。それ得意気味なパズーのハイが大好き。田中真由美さんの演じる少年ってかっこいい。この塔のシーンの収録時、田中真由美さん妊娠後期だったんだよね。すごいよね。ひまわりははっきりしたセリフないのにすごいなと毎度思う。あれこそ声優さんしか無理だよね。こんなことを言ってるんだろうなって想像つくよね。中国語の吹き替え版を見たけど、ひまわりの声は赤ちゃんみたいな声できちんとセリフを言ってたわ。コナン映画の時の村瀬歩さんの女から男ボイスへの切り替え。テレビ放送時にこんな字幕つけられる演技なかなかないし、それを一人の人が演じてるっていうのが本当にすごいと思った。読みのつがいで村瀬さんの名前がずらっと並んでて驚いた。ガブちゃんだけかと思いきや結構な量のつがいの声もやってたんだね。アニメ中は気がつかなかった。これ全部種崎敦美さんが演じてる。エンポリオもなんだ？ダーリン事変のチャーリー気づかなかったから感動した。俺はやっぱりからしちゃんの二面性忘れられねえ。やっぱり小安はすごいなと思ったところ、キングゲイナーのアスハムの絶叫シーン、当時からすげえなと思ってたら過呼吸で倒れたと聞いてさもあらん。日野さんのベクターは外せない。この画像のあたりのシーンの開演が凄まじすぎた。今は煉獄さんのイメージ強いけど、こいつのあまりのインパクトでその後の日野さんキャラが裏切り者疑惑を持たれるようになったんだよね。当たり前だけど野沢雅子さんだよね。まだ悟空のダリヤレレレラを言えるのはすごい。ブロリー役の島田凛さんが呼吸苦しくなる中平然として立っているし、早々のフリーレンのメトーデの少しはバレますか、めちゃセクシーな一言だった。これ良すぎてこのシーンだけ何回も見ちゃう。ポケモンのピカチュウはやっぱりすごいよね。ピカチュウしか喋ってないのにあんなに表現できるのすごい。そりゃあまりの声の可愛さに青山先生が光彦を可愛いキャラにしちゃったくらいだからな。チョッパーもアニメ作画の可愛さと大谷さんの声で小田先生がマスコットキャラ化を解禁したという。進撃の巨人のミケの最後のシーン、三宅健太さんの演技がすごすぎて圧倒された。ここトラウマシーン。里子は呪われた子なの。サトシ君はあの子のために消されてしまった。違いない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 。狂っていく演技がすごい。草薙素子、斎藤そいつをよこせ。ここは鳥肌立った。めちゃくちゃかっこよくて泣きそうになった。田中敦子さんの声ずっと忘れないよ。トトロのおばあちゃんのずっといい子にしてたんだよねえ。声優をやられた北林さんは舞台女優さんなんだよね。すごく自然な演技で今でも耳に残ってる。メイちゃんの泣き方とかもほんと子供のそれですごいと思った。坂本千佳さん。ナディアのフェイトさんの関俊彦。最後の死にたくないの叫びは忘れられない。キキとウルスラの会話のところ、何度聞いてもすごいなと思う。同じ声なんだけどちゃんと別人に聞こえるのすごいよね。梅モードの抱きかっこ沢城みゆき。龍太郎と会話しながら子供の声に変わっていって泣き出すのすごかったね。13歳の少女のギャン泣きを完璧に表現してくれた。
牛太郎もすごい。大阪さん見たらもっとびっくりするよね。この風貌であの声と話し方できるんだって。こんな可愛らしい人とは思わなかった。牛太郎のあの独特なセリフ回しまで完璧だったと思う。ジンベエと守谷が同じ声優さんなんだけど、甲高い声の守谷と渋声のジンベエのバトルシーンはもう圧巻だったわ。広角機動隊の立ちコマ9体全部を玉川咲子さんが一人で演じられているのですが、1体ずつ声が違う。呪術廻戦の星キララを演じたのが男性声優だったこと。私より可愛い声なんだけど。榊原さん、あれでもギャルっぽさを抑えて低く演じたらしいよ。村瀬さんと並んで異能の持ち主だね。シンジ君がうわーって叫んでるシーン。各国の声優の演技比較みたいなの見たけど、やった尾形さんのが一番迫力も臨場感も表現力もすんごかった。まあ本家ですしね。エヴァはアスカのシーンも凄まじかった。片目にやり突き刺さった時の絶叫が本当に痛々しくて声優すげーってなったわ。ビースターズのレゴシ役の人、春への行為に気づくシーンの演技すげーと思った。小林千佳弘さんですよね。レゴシ君に色気を感じたんですけど、声から出る色気なのかなと思いました。杉本彩一だ。もともと声優じゃなくて役者の人だから声のお芝居もなんだかリアルな感じなんだよね。王様ランキングのぼっち、発語のないキャラなのにすごいと思った。これ影の声、村瀬歩さんだったよね。こういう声も出せるのかと驚いた。石田明さんはどれもすごいんだけど、個人的には昭和元禄落語心中の有楽亭役も、特に死神は本当にすごい。声だけでゾッとする。この作品の声優さんたちの木並みすごい。石田さんもだし山ちゃんも林原さんも。皿三昧の津田健次郎さん。発砲されて死の間際に家族にちゃんとご飯食べろよ的なことを言うシーンがあるんだけど、その時の言い方が血が喉に絡んでるような感じで、現実でそういう場面に出くわしたことないのにリアルだとこうなるんだろうなと思わせられた。ネットに演技があまりにも迫真すぎて、津田健次郎がこのシーンの収録にあたってマジで発砲されてないと辻褄が合わないみたいな感想もあったよね。金玉の前立腺ブレーキの回で面が崖から転がり落ちるシーン。石田明さんの演技を見てさすがうまいなと笑いながら感動しました。石田明さんをそこで評価するあなたのセンスが大好き。鬼滅の刃の無限上編で忍さんの複眼六角がかっこよすぎた。早見沙織さんのあんな声初めて聞いたわ。彼岸島を一人でやった山寺宏一。丸太、豚汁、みやびかっこ内臓ってなんやねん。入見優衣の最初の子が亡くなった時の悲鳴は聞いてるこっちがヒュッてなるレベルだった。久野さんすげえや。ここの演技が凄まじすぎてダメージ受けたわ。きっと皆さん脳内再生余裕のシーンが多かったでしょう。他にもこのキャラやこのシーンってのがありましたらぜひコメントで教えてください。こんな演出見たことない。圧倒的だと思う構図をまとめた動画も見応えあります。次はどんな漫画のネタをまとめようかな。またよろしくお願いします。